掃除してあります。これ中古なんですけど、新品でもまだ出るんですけど、この中のスポンジが出ないんですよ。なので中古。そのクリップって汎用品は？これはこういうやつを一回サンブラかけてきれいにして、そうなんですか。そうして、はい。そこまでやるんですね。はい。ファンが明らかに出っ張ってるんで、一回オイルクーラーどかしますね。30年になってる。これどうなんですかね。たまにしょぼい音出てますよね。ピーとかって。土屋さんたまに鳴らしますよね。たまに鳴らす。もうだって1000台ぐらいやってますからね。1000台？あんちゃん。わかんないけどいっぱいやってるの。なんだ100いけるやつよ。ちょっとルクが邪魔かな。ルクが邪魔だな。上から締めていく。今の広げるように。でパイピングをやりましょう。これもそうですね。あれオイルパンこんな色してるんだ。これはパールホワイトです。大容量？大容量ではないんですけど、間にスペーサーかまして。はい、お願いします。ベルトはサードやなかあ、ベルト？なんかちょっと押してますね、上ね。ホース当たってますね。いずれにしてもホースの向きは変えなきゃダメですね。そこ当たるんじゃないかなってとこに行くんですよね、この感じだと。いけるかな。なんかいけそうな気もしないでもないけど。いけそうかな。ちょっとフィッティングの向きいじくれば。長いベルですね。長いですよ。少ししたら戻ってきて、悪いけどまた俺もなんか家にいるとダメになっちゃうからさとか。可愛いとかありますね。ね。可愛いんだよ。そうなんか日中に孫とかと会うと、なんかだらしない感じがしちゃって、なんかわかるね。合わせる顔がなかったなんて言ってました。またいいところで親父仕事やるんですよね、ああいう仕事。ネジは止まるところまで手で締めるのが基本だと思うんですよ。道具使っちゃうと硬くなってるの気がつかない。わかんないね。トルクがね。こういう特にアルミのこういうネジなんかは手締めで一応締まるとこまで締めて。で増し締めもあれでしょ、本当の感覚だよね。そうですね、こんなのトルク測れないですからね。潰れていく感じを確認しながらゴムが。本当にひまりの近くそうなんだね。そうなんですよね。純正はここじゃないですからね。ああ、そうだね。純正はここじゃないんで。
ただこっちはもう中で熱交換する前のやつなんですけど、圧縮された熱い方のやつなんで、ここでもっと作業があるんですよ。はい。オイルを入れるんですよ。あまりみんな入れないんですけど、だけど。どのくらい入れるんですか、これ。これはね、40から50ぐらいが欲しいと思いますね。結局そのコンデンサーとかエバボにオイルが全然入ってないんで、そういうコンプレッサーから全部いっちゃうとコンプレッサーの分足んなくなっちゃうんで、全体的にそういうことなんですね。染み渡るように。そうコンプレッサーの中でやっぱオイルもガスと一緒に回ってるんですよ。だからコンデンサーだけ交換したって言った時は何 cc 補充とかって本当は規定量でちゃんとあるんですけど、こんな感じですね。こっちもやっとこうかな。これをここにつける理由は何なんですか？一番ホースが最短で来るから、特に深い意味はないです。よくここにぶら下げてる。ぶら下げると届かなくなっちゃうんですよ、コンプレッサーに。うちのホースがそんなに長くないんで。やっぱり引っ張るんだよね。これはもう年季物なんで。メーター見ながらさ。はい。もう早いですよ、真空なんだ。これはどう見りゃいいですか？これゼロからだいたいこの線ガムテープ貼ったところぐらいまで来るんですよ。これ目印なんですけど、だいたいかぶったくらいになったら、音もだんだん消えてくるんですけど、30分から1時間とか置いて変わんなければ漏れてないってことなんでガス入れちゃいます。パワーステ用のやつはこれか。そっか、他ので使っちゃったんだ。順調ですか？順調です。もう OK。エアコンのシンク引きは OK ですね。30分ぐらいですかね。ちょっと作業しておいて、その間に真空が保てているかどうか確認して。なるほど、そういうことなんですね。できればガスチャージして動作確認ですね。今これは何やってるんですか？これをモテックにエアコンの信号を入れてあげないとファンを連動させられないんで、電動ファンの連動のために配線をもう一個。そうですね、ちょっとエアコン今までなかったんで、エアコン用の信号を入れてなかったんですよ。これを今度はエアコンがつくので信号を増やしてあげて、エアコンの時もちゃんと電動ファンがコントロールできるように。じゃあそれにモテックもセッティングし直しって感じなんですか？多少負荷かかって読むところが変わっちゃうんで、それは直しますね。モテックの本体にそのギボシがさせる場所があるんですか？いや、このまだ空いてる場所の、オプションポートで入力ポートがまだ何個か取れるんで、そこでエアコンの作動を認識できるポートに今線をつないであげて、これに元々のエアコンの信号を入れてあげるわけですね。自由に設定ができるんで、オーテック側の方で86が何ボルトエアコンかかった時に出て、それも設定できるんですか？何ボルトになった時にオフになってるかっていうのをモーテックに覚えさせちゃえば、それは別に面倒くさいことではないので、これね、作った時に配線やっとけばよかったなって今ちょっと後悔してますけどね。
まさかエアコンつける日が来るとはその時には思ってなかった。エアコンつけたいって当初から言ってたんですけどね、やっぱりそこはしょうがないですね。エアコンリクエストなったよね。はい、今、全部終わってですね、エアコンの、ガスを入れてます。もう1本入るかな。だいたい入ったらここからエンジンをかけてエアコンのスイッチを入れるっていうところですね。いよいよ土屋さんのストリート号にエアコンがつく日がやってきました。冷房に、今までこれぬるい風でしたからおおつきましたOK。かけますよ。かけます。いい音だな。いいですか。さあ行ってみましょうか。はい。じゃあこれまず行きますよ。はい。回します。はい。これは初ですからね。これ初ですよ。行きますよ。スイッチ。涼しい。わあ、すげえ涼しい。何これ。これ最高ですよ。すごい。ストリート号から冷たい風が出てきてる。すげえ、これはいい。どうですか、これ。すげえ涼しい。超涼しい。何これ。86じゃない。いや、今時の86です。もう平成令和になってからもう大体エアコンついてるのはまあ普通だと思いますけども、やっぱり全部新品なんで冷えが違いますよね。匂いがちょっと臭かったのが全然なくなったね。そうですね、全部クリーニングしてるし、あとファンのモーターとかもそうですよね、しっかりしてるんで風が強くないですか。強い。あ、じゃあとうとうストリート号にエアコンついちゃったね。待望のエアコンがついてこれで真のストリート号。そうだね。何年越し何年越し？これ来てからも何年経ちますか。9年。9年越しです。やっとストリート号になりました。本当のね。はい。涼しいじゃん。とてもいいです。これでどこでも出張に行ける。快適じゃん。すげえすげえすげえ。窓閉めて86が運転できる。なんで今までつけなかったんだろうね。まあタイムとかその重さとかそんなのばっかり気にしてたからエアコン遠のいてたね。だけどやっぱこういうここ数年のこの夏考えたらやっぱりエアコンないと無理だね。どっか行く気になんないもんね。いや窓閉めて86乗るってこんな嬉しいかね。いや快適だ。こういう旧車乗りじゃなきゃ分かんねえ快感だよな。はい、ありがとうございました。以上です。これ
り出せません。とても快適だ。はい。どうでした？フィーリングとか。全然変わらない。変わんないですか？全然変わらない。快適快適。エアコンのコンプレッサーの方なんですけど、アクセルの回路に合わせて、50回以上だったかな、あたり全開に踏んだところでコンプレッサーのスイッチが切れるようにしてあるんです。すごいじゃん。なので多分土屋さん全開で踏んでてもエアコンが勝手に止まってくれるので完璧です。そういうセッティングでいいよ。どこでも行けるもん。いきます？よかった快適だ。なんかこう重さとか感じました？あんま感じない。感じないですか？でも別に俺これでつくばでも群馬でもさ、ほんま2秒遅くてもいいよ。全然 OK 俺。やっぱりエアコンだね。